こんにちは、かなおです。今回は、世界に誇る日本刀が、いつ頃、どこで誰によって発祥したのか考察してみたいと思います。日本刀を語る上で必ず登場する人物がいます。その名を、宝器安綱、本名を大原五郎太夫安綱と言います。この宝器安綱という人物は、国宝の太刀、童子切安綱とも呼ばれる名刀を打った刀鍛冶です。太刀に刻まれた銘は安綱となっています。天下五剣と言われる日本刀の名物を挙げるとき、最初に出てくる名刀が童子切であり、安綱はその作者です。日本刀の日本刀たるゆえんは、姿と素材と刃文にあると言われております。そして、姿をかたどるのが、独特の腕曲としのぎです。しのぎとは、刀の側面の盛り上がった部分です。しのぎを削るという慣用句は、日本刀のしのぎから来ています。日本刀のしのぎ同士が、すれ削れるほど激しく争う様から、激しく争うという意味で、しのぎを削るというようになりました。この腕曲としのぎを最初に取り入れた刀が、童子切と言われていますが、諸説あります。日本刀は見た限りでは鉄の塊ですが、実は、性質の違う鉄を重ね合わせて作られています。この重ねる技、まくり鍛えが、日本刀の他の剣を圧倒する豪快な切れ味と柔軟さを作り出しています。刃は硬く鋭く、芯金は衝撃を受け止め、刀が折れぬよう柔軟です。側面のしのぎも、柔らかい芯金がさらされないように、背面の胸金とともに刀身を固めています。さらに、炭素を多めに含んだ刃は、硬く、鋭く、独特の刃文が、日本刀の美しさを引き立てます。刃文については、後世に、いろいろと型が出てきます。最初は、刃文の形にはこだわっていなかったと考えられ、童子切ではさほど波打っていませんが、それでも十分に美しいです。この日本刀の基本構造を最初に持ったとされる刀が童子切であり、作者が、宝器安綱、本名を大原五郎太夫安綱ではないかと言われています。最初の日本刀と言われています。鬼滅の刃風に言うと、初めの日本刀となります。では、この作者である宝器安綱、本名を大原五郎太夫安綱とは何者だったのか調べてみました。彼を調べることにより、なぜこの地で日本刀が発祥したのかわかる気がします。宝器安綱という名称は、旧国名である宝器の国の名を冠しており、今の鳥取県中部から西部の旧宝器の国出身であることは間違いないでしょう。昔は地名を名字とすることが普通でした。安綱は宝器の国に居住したとされる刀鍛冶で、大原という地域に居住したため、本名は大原となっています。ただし、鳥取県中西部には3カ所、大原が存在しており、3カ所とも発祥の地を名乗っています。なので、宝器の国のどこの人だったのかは確定していません。せっかくなので、かなおなりに、どこの人か考えてみました。これにより、日本刀発祥につながった素材のいろいろが判明したので、価値はあったと思っています。名乗りを上げているのは、鳥取県中部の倉吉市大原、鳥取県西部の西白郡宝器町の大原、日野郡日南町の大原です。太平記には、宝器の国相見郡に大原五郎太夫安綱という鍛冶という記述がありますが、太平記に記述されている相見郡には、宝器町の大原も、日南町の大原もありません。しかし隣接している地域ではあります。倉吉市の大原は鳥取県中部にあり、鳥取県西部の、さらに西部である相見郡とは随分離れております。距離だと近い方の端っこ同士で測っても 30km 以上離れております。しかし、倉吉市大原は、他の2つの大原は、どちらも相見郡に入らないから、自分にも勝ち目があると踏んだのか、
名乗りを上げます。安綱の息子の実盛の屋敷跡があったことを大きな根拠として、倉吉市の大原が日本刀の発祥地と主張しているようです。伯耆町の大原は、米子市の少し南西、大山という霊峰の麓付近で、砂鉄の産地であった日野川流域の下流に近い中流近くの支流のそばにあります。砂鉄の産地で有名な地ではありませんが、日野川の流域であれば、どこでも多少は取れたのではないでしょうか。一方の日南町の大原は、日野川上流の支流沿いの地域です。ここは、もろに砂鉄の産地です。大正時代まで日本の製鉄を支えてきた砂鉄の産地です。江戸時代まで出雲地方とともに日本の製鉄の7割を賄った一大産地の中心です。伯耆町の大原の隣には丸山という地域があり、ここにたたら製鉄跡があることなどからこちらを推す人も多いようです。一方の日南町の大原の周囲は砂鉄の収集施設やたたら製鉄跡はたくさん見つかっており、一つ二つではありません。そういう意味では、日南町の方が有力な気もします。ここからは、金尾の勝手な想像ですけど、倉吉の大原は、相見郡から遠すぎて、間違えて記述したにしてもありえないと思います。が、この辺りが、鉄製品の生産が盛んな地域であったことも正しいようですが、それは安綱より少し後の時代と思われます。おそらくは安綱が名刀を生んだおかげで、伯耆で鉄製品作りが盛んになったのではないでしょうか。たたら製鉄で古代より近代まで一貫して有名なのは、やはり島根県の日井川沿いと鳥取県西部の日野川沿いで間違いないです。大原安綱は、もともとは山伏であったと言われており、山伏が修行で使うのが霊峰大山です。大山のふもとの伯耆町の大原は、山伏が住まっていてもおかしくないとは思います。また、隣の丸山という地区には、たたら製鉄跡も発見されています。日南町の大原は、これも、古来より有名な伝承があり、スサノオノミコトとヤマタノオロチの故事で有名な千通山のふもとです。千通山は山伏の修行場でもあり、山伏塚という塚も残っています。ふもとといっても、伯耆町の大原は少し離れていますが、日南町の大原は本当にふもとで、山頂まで直線距離で 1km もありません。一方の伯耆町の大原は、山伏が住んでいてもおかしくはないでしょうけど、山頂までは直線距離で 8km ありますし、山伏が住まい、修行する大山寺からも 6km 離れています。山伏が住むなら、大山寺付近の方が合理的ではあります。大山寺は、8世紀初頭に創建されており、この当時はすでに存在しています。しかし、素材や伝承を中心に考えると、日南町の大原の方が有力です。まず日本一と言われたは鋼である、因果鋼の産地が、同じ町内である日南町因果にあります。距離にして 4km 程度です。古来より近代まで因果鋼の質の高さは有名で、出雲の伊豆は鋼は硬く、伯耆の因果鋼は温和と称され、鋼に最適の砂鉄を産するとして、伯耆では、日野郡日南町一帯の奥日野が一番有名です。旧帝国海軍も調査を行い、それを認めています。このような素材の産地があるのは極めて有力です。因果鋼というブランド名が登録されたのは明治期ですが、因果鋼自体は大昔からあります。5世紀の因果の古墳からは、大陸産の鉄でできたと推定される鉄の槍も出土しています。この時代に、舶来の鉄製品を持っていること自体非常に稀だったと思われ、鉄生産に重要な役割を担った人物であろうと推定されます。しかも、中国山地のど真ん中の山奥で、5世紀の古墳があるということは、それなりに有力な人物が支配していたということであり、大和朝廷にとっては重要な地域であったのは間違いないでしょう。5世紀頃は輸入物の鉄でしたが、6世紀には国産の材料を使った製鉄が始まります。日本の製鉄の最初期である6世紀には、因果で製鉄が始まっていた痕跡があり、大陸から製鉄技術を持ち込んだか、
技術者がトライした可能性が高く、製鉄に適した地だったのは間違いないでしょう。また、皇室の3種の神器の一つである、草薙の剣で有名な千通山が近くにあり、古代より刀剣との関わりが深い地域で、たたら製鉄の跡は周辺に複数残っています。そう考えると、伯耆町の大原も日南町の大原も可能性はある気がしますが、日南町の方が歴史は古いと思います。古代から製鉄の産地であった日南町の大原は、6世紀頃から製鉄を始め、徐々に周辺に広がっていき、伯耆町の大原にも広がったことでしょう。日本刀が9世紀初頭に誕生したのであれば、伯耆町の大原の可能性もあると思います。また、伯耆安綱は、伯耆の刀鍛冶の総称であって、伯耆安綱は複数いたのではないかと言われていますが、これはどうでしょう。少し無理がある気がします。ただ、いずれにしても、平安時代の日本刀の初期のものは、すべて因果鋼を原料としていると言われているほど、因果鋼の質の高さは有名でした。そう考えると、因果鋼の産地に近い日南町の大原が有力なのかもしれません。でも、なかなか答えは出ないですね。刀鍛冶が鉄の産地にいないと刀が作れないわけではないので、鋼は運べばいいだけですから。ただ、出来の良い鋼をその場で選んで、刀に最適のものだけを選び出す作業を刀鍛冶自身が行っていたのであれば、製鉄所のそばにいた方が有利でしょうね。なので、金尾は、伯耆安綱は、日南町の大原で鍛冶をしていたのではないかと勝手に思っています。千通山も神秘的ですし。ということで、伯耆の中のどこなのかという話を長くしてしまいましたが、刀に戻ります。童子切りは、四天童子の首を切り落とした刀として有名な刀ですが、最初の持ち主は、蝦夷政党で有名な坂上田村麻呂と言われております。これは、14世紀に編纂された太平記の記載をもとにしています。坂上田村麻呂は平安時代の人物で、西暦758年から811年に生きた方です。鈴鹿御前との戦いで、坂上田村麻呂が、この童子切りを使用し、その後伊勢神宮に奉納されました。この戦いは、鈴鹿御前と呼ばれた山賊、または反乱勢力との戦いであったと思われます。その後、源頼光が伊勢神宮を参拝した際に、夢で天照大神より啓示があり、童子切りが下賜されたとされており、源家の送電の太刀となりました。その後、995年に、源頼光が四天童子討伐を行い、首をはねたのがこの刀でした。その後、童子切りという名称で呼ばれるようになったとされております。童子切りは代々源家で受け継がれたようですが、室町時代には、源氏の棟梁であった足利家に引き継がれ、その後豊臣秀吉、初代徳川幕府将軍である徳川家康、二代秀忠と受け継がれ、松平家に継承されたようです。秀吉以外は皆源氏ですね。源家の送電なので、なぜに秀吉が持っていたのかということにもなりますが、源氏が送電とした刀を献上するほどの権勢だったのかもしれません。いずれにしても、日本刀の発祥は、鳥取県西部に住んでいた刀鍛冶である、伯耆安綱こと大原五郎太夫安綱の可能性が高そうです。つまり、鳥取県が日本刀発祥の地となります。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。